皆さん、こんにちは。早速ですが、この動画では、なぜ言語を自然なインプットで勉強した方がいいのかっていうことについて話したいと思います。さて、イギリス人の僕はなんで日本語で喋って動画を撮りたいかっていうと、タイトルで書いた通り、3年ぐらい日本語を勉強しています。その間、日本語をほとんど話していなかったです。ほとんどね、厳密に言えば、初めの2年間は、独学で、ほぼ無言で熱心に勉強してて、その後、1年前からたまにネットで会話レッスンをやったり、日本に住んでるから、用があると役所とか病院とかで喋ったりしているんですけど、ほぼ沈黙の存在でございました。そういうわけで、こういう動画を挑戦したくなりました。なので、話す能力がまだ弱いんですが、多めに見てくださったら嬉しいです。じゃあなんで、あえて話さないように、インプットばっかりで勉強するようにしていたかっていうと、ちなみに僕の場合、インプットというと、本や漫画を読んだり、映画やドラマを見たりしながら、文法と単語を軽く調べています。全部じゃなくて、同じわからない点が何回も出て、これは覚えた方がいいかも、と思ったら調べます。多分、そういう方法はよく聞くのとちょっと異なっているでしょう。海外に行って話せば話すほど上達になるっていう考え方は、珍しくないですね。でも、言語学習の初めのうちに話そうとしたら、いわゆるアウトプットをしたら、初心者なのでミスが多くて当然ですよね。それに、勉強している言葉のフォニックス、つまり、その言語の音に耳がまだ慣れていないのに話そうとしていますね。こういう経験があるでしょう。外国語の単語を復唱して、母語話者の相手は、違うって自分は、でも同じじゃんって言っても、相手は、いや、全然違うってば。でもなんで違うかわかんない。音がちゃんと聞こえないと、正しく発音するのが無理なんです。そうすると、発音や文法や語彙のミスを何回も繰り返したら、後で自分の間違いが分かってきても、直しにくくなりますね。あとは言語を上達させるには勇気がいりますよね。初めのうちにミスが多いから、都度訂正されれば自信がなくなることがよくありますね。なので、話すのは無理をせずに準備ができて、自信がついてから話し始めるの方がいいと僕は思います。言っとくけど、こう言っときながら俺はすごいなぁと思っていません。僕はたくさんのミスをしてるし、イントネーションとかがむちゃくちゃだし、こういうのがわかります。しかし、こういう勉強の仕方を信じている理由は、そういう風に勉強してびっくりするぐらい上手になってきた方が多くいらっしゃることなんです。最初日本語を学びたいと思った時は、ちょっと迷っていました。ある程度フランス語ができましたけど、身につけるのが長い時間がかかっても、そんなに流暢に喋れるとは思わなくて、効果的な勉強の仕方って何なんだろうと考えてて、MathVS Japan っていう YouTube チャンネルを見つけました。それでインプットで勉強してきたマットさんの日本語の能力に感動を受けて、それにマットさんがスティーブン・クラシン氏っていう南カリフォルニア大学
の名誉教授のことを紹介しました。クラシェン氏は1970年代後半で言語学の出版物としてインプットハイポセシスっていうのを出しました。訳すと入力仮説になりますね。それについて詳しく話したらちょっと長くなっちゃうんですが、とりあえずほっときます。要するにクラシェンによると言語学習者が受ける理解可能なインプットが最も重要です。なぜなら教科書ばっかりで勉強すれば自分の言葉で考えて学んだ文法を使って文章を作るしかありません。そうすると時間かかるし、自然なことが出るし、また通じないこともよくありますよね。その上聞くことがわからない状態が続きます。その最後のポイントは大事ですね。文法的に正しいフレーズや質問がいくらでも作れても、相手の話すことがわからないと無意味になってしまうと僕は思います。ネイティブの言うことがわかるようになるためには、自然なインプットで勉強するのが必須です。比喩的に言わせてもらうと、プロの野球選手はいつも素人と練習すれば優秀な選手にならないです。辛いトレーニングをしたり、試合に出たりしなきゃいけないですね。言いたいのは、This is a pen っていう文章をバリバリと覚えても、ネイティブレベルの話すことと書くことがわかるようになれないんです。楽した言葉や自然な表現や、教科書出てこない単語や様々な訛りなどを学べません。もちろん映画とかドラマとか小説とか最初には無理そうかもしれませんが、毎日頑張って頭にインプットを入れれば入れるほど無意識的のうちに上達します。いや、俺には無理だよ。才能なんてないんだもん。っていう風に考えている人がいれば、思い出してほしいのは、自分の母国語がそういう風にみんなできるようになったことなんです。僕だって日本語を学び始めてから3年になって、今は日本語で映画とかドラマとか本とか全部日本語で楽しめます。あとは先に言ったけど、たまに不自然な発言が出ちゃうんですが、たまに地雷にもなります。例えを挙げると、日本でみんなお疲れ様ですって言いますね。仕事終わりの挨拶で。僕は日本人と働いた時々仕事終わって、日本人の同僚に英語で Thanks for your work って言われました。日本の文化に触れた僕には大丈夫でした。お疲れ様ですって言いたかったでしょうね、とわかりました。でも、英語圏の国では普段同僚にそういうことを言いません。そういうことは上司しか言いません。日本語でご苦労っていう響きと近いと思います。だから海外に転勤のことになって、同僚に Thanks for your work って言ったら、同僚に新米なのに何様だ思われてしまうかもしれません。英語圏のドラマとかを見てみればすぐわかります。みんな、じゃあね、みたいな感じで帰ります。それは一つの例なんですけど、そういう自然なインプットで英語か他の言語を習得すれば、そういう文化的なことにいっぱい気づきます。そうすれば、だんだん自然な表現を自然なタイミングで言えるようになります。で、単語の使い分けが超難しいですね。
Google の翻訳で一つの単語を入れたら、たくさんの意味に相当する単語が出るでしょう。じゃあ現実世界でどうやって選んだ方がいいでしょうか？答えは、できるだけ推測しないことです。もちろんたまにどう伝えるか見当つかないことがあるけど、学んでいる言葉に触れれば触れるほど自然な表現や単語が身につきます。コピー&ペーストみたいに話したら自信を持って言いたいのことが伝えれます。自分の母国語でもそうでしょう。幼い時、ご両親の言葉を聞こえたまんまコピーして、あとは先生と友達の言葉もコピーして、だんだん自分の話し方を見つけましたね。では、インプットで勉強するっていいアイディアだということを納得してくれた方がいれば、ここからどうやっていくか説明します。シンプルなのに最初の方でみんな迷いました。僕もそうでした。インプットの質とかに悩んでいました。質っていうか、例えば、この映画で役立つ単語とかを学べるかな？それとも難しすぎかなっていうふうに思ったりしました。でも、インプットで勉強している人たちの一致するところは面白さが大事です。僕も大賛成です。僕は面白くないドラマを見たりとかしたら全然集中できないから全然勉強にならないんです。なので SF でもファンタジーでも何でも OK だと思います。なぜかっていうと、もちろんそれぞれのジャンルで特別なボキャブラリーがあるんですけど、ほとんどは日常的な言葉です。英語だったら make とか do とか Oh my god, amazing! とかですね。シンプルに言えば今日から好きなものを学びたい言語で楽しんでください。最初は簡単なものがいいので、大人も楽しめる子供の映画とかいいです。あとはよく知っているものももう一回見てみれば、例えばハリウッド映画、今回日本語の字幕なしで、もしくはジブリの作品吹き替え版で見たらすでに話がわかるからいいかもしれません。本も同じように、まずは簡単なもので、多分若い人向けの本とか、もう読んだことがある本、再び学んでいる言語で読みます。最後に英語でドラマを見れば英語に字幕をつけたらいいと思います。そのために Netflix はおすすめです。っていうことで、このチャンネルを始めたばっかりなんですけど、こっからこのチャンネルで日本語でいろんなトピックについて話したいと思います。今まで9カ国の国に住んだことがあって、今は日本に住んで、外国人として、面白い気づいたことについて話そうと思いますので、もし少しでも面白そうに聞こえたら、ぜひぜひ登録してください。最後にもう一つ自己宣伝してもいいなら、だいぶ前から英語を教えるチャンネルもやっています。概要欄にリンクを貼っておきますので、もしよかったらチェックしてください。それでは今日はこの辺で終わりにしたいと思いますので、
また今度。ご覧いただきまして誠にありがとうございます。視聴者様にご案内申し上げます。当チャンネルはただいまをもちましてこの動画を終了させていただきます。よろしければいいねと登録のボタンをお押しくださいませ。なお、ご意見などございましたらコメント欄にご自由におかけください。またのご来訪を心よりお持ち申し上げております。